はい、それでは補助の加工ができましたので、次は補助穴の加工をします。最初に数字を振っておいた1番と1番の角を間違えないように一回確認して穴を開けていきます。これを今からこういう形で組むようにここに補助穴を開けていくんですが、最初に毛書きをします。こういう刺さり方になるんですね。それで、この部分ですね、この部分の幅を下にこう移したいんですね。で同じように反対側も同じように、その時にこれでこう毛がけるんですが、こっちの幅はこちら側なんですね。反対側になるんですね。でこう刺さるので、こちら側の幅を同じ位置に移すには、これを一回回転させてここに当てる必要があるんですね。でこの状態でここを毛がいていきます。クランプでですね掴んでおいた方が安定しますので、この辺りからさっき引いた線までですね。はい、そしたら次はそのまま反対側へこう持っていって入れておきますね。ここのラインですね。このラインをこれをね少しほんのちょっとでいいんで、ほんのわずか 0.5 ミリかそのぐらい、この外側へ少し逃がしてやって、でその位置で毛書き線を入れておきます。でなぜこうするのかは後々最終的に分かると思いますので、その時ご説明します。でこの位置までで穴を開けます。今度こちら側の線ですね。こちら側は下面にここ合わせてぴったりで、ここに印をして、ここはぴったりで大丈夫です。この方法でこう毛書きを入れるやり方はですね、ちょっと外しました。この2本の木材の幅が全く同じだっていうことが前提です。同じに製材されていないとこの方法を使えません。これ全く同じ幅に製材されてますんで、これで使えるんですが、これが幅が広かったり狭かったりっていうふうにこう2本の幅が違う場合はですね、こういう当て方をすると補助穴の幅が補助と合わなくなります。はい、そこは気をつけてください。それではここに補助穴を掘っていくんですが、ドリルでね、木工ドリルで先に穴を開けておくとか、トリマールーターでもう大体穴を掘ってしまうっていうやり方もあるんですが、今回は電動工具を使わないやり方ということで、全部のみで最初からのみで掘っていきます。でまずですねこの繊維を断ち切る方のところからでいきなりですね毛がえた線の上に刃を乗せないというのがポイントです。少しですね、ほんのちょっと、これ人それぞれやり方はあると思うんですが、私は1ミリぐらい内側にまずのみを入れていきます。はい、で片側入れたら今度反対側ですね。反対側も毛書き線よりも少し内側を、これをやらないとですね、いきなり線の上に刃を乗せるとこの刃の厚みで、毛書き線より外側へこうへこんでしまうんですよね。押されて毛書き線が広がってしまいます。
ですからもうその広がるのを見込んで少し逃がしてのみを入れておきます。はい、で、この繊維に沿った方の線ですね、こちらまだちょっと触らないでも大丈夫です。でこの状態からこれもう少しですね、もう少し強く入れてやって、で斜めに刃を入れてもいいんですが、立てても大丈夫です。立ててこうね、こう台の上にこう今ホールドファストでこう固定してやってるんですけど、これですね。でこの状態の時ですね、はい、こう斜めに刃を入れるとこっちへ木がずれていってしまうので、これそんなにきつくは止めてませんので、これが浮かない程度に押さえているだけです。で強くこれを止めてものみをこっち向きでハンマーで叩いてやるとこれがねどんどんずれていってしまうので、だからこう上からやるっていうのはすごくいいやり方ですよね。これも私の方法ではありません。はい、で1回2回通りぐらいこうのみを入れるとボロボロっとこう取れてくるので、ここでですね、さっき使っていたのみの刃の先であまりこうこじると刃先が傷むので、私はこのドライバーマイナスドライバー少し先端を尖らしてはいるんですけど、これを使っていつもこのボロボロ取れるものをこうかき取るようにしてます。これ使ってます。でこの時ですね、ここのへりですね、角にあまり当ててこうこじると角が傷むので、これはなるべくやらない方がいいですね。角には当てないようにできるだけ内側だけ、最初ののみの刃を入れた位置が毛書線より内側になっているので、多少ですね、多少角に当たってもそんなに角が傷むってことはないんですね。ですから最初のうちはこの毛書線の上をのみ入れない方がいいですね。はい、大体これで取れたらでもう一回2回目に行きます。はい、今2回通り掘りました。深さが6ミリ7ミリぐらいですかね。3ミリちょっとずつこう掘れていく感じです。でこの木目に沿ったライン、こっちには刃を入れてません。でこの状態で全体に少し毛書線より内側のラインでこう掘り進んでいって、そうすると刃がきつくなってくるんですよね。中がこう狭まってくるので、そうなった時で、この木目に沿ったこの横の、縦のラインにのみを入れて、彫っていきます。はい、今ですねだいたい16ミリぐらい穴が開きました。これ最終的には、31ミリですね。31ミリの穴を掘っていきます。で今やってきた感じでもうそろそろですね、このぐらいでいつも横を削り落とします。あとこのラインですね、このラインももうこの線で刃を入れても別に問題はないんで、ここで落としてしまいます。で
そこからはですね、もうまっすぐここが直角であることをしっかり確認しながらですね掘っていかないと、こう穴が外へ広がるのはちょっと困るので、これがね内側は別に後で修正すればいいんですけど、それだけこの時点から気をつけてやっていきます。ぐらいまで 31.5 ミリぐらいですかね、ぐらいまで掘れました。であと角の方少し残っているのをきれいに掃除して、四角くきれいに直していきます。あと側面ですね、側面も直角をしっかり見ながら掘り進んでいきます。この細穴が直角に掘れているか、垂直に穴が掘れているかの確認はですね、いつも私はこうやって確認してます。この方向はこの定規がこれ入らないので、定規の方が幅が広いのでこの状態で入りません。ですのでまっすぐな、なるべくまっすぐな木を、ここに入る木を差し込んで、でこの時ですねスコヤがここ幅が狭いのでこう立ちにくいんですよね。ですからこっちの側面に沿わしたものと入れたものでこう見てます。上のが狭くなってますから、まだもうちょっと削る必要があります。細穴が掘れました。でこの状態で一回刺してみますね。で細よりも細穴を小さくしてますんで、このままは刺さらないんですよね。